ズラストゥイチェ。ロシアからやってきたバーチャル革命家のネリーと申します。ネリーは AI が政治を行う世界を目指して革命を起こすためにバーチャル YouTuber を始めたんですけど、今日はちょっとね、そこから離れてロシアという国の始まりについて見ていきたいと思います。どうしてここでいきなりロシアの話をするかって？ロシア人は英知革命を成し遂げるために私たちに何が必要かということを教えてくれているのです。ロシアの歴史は9世紀まで遡ります。当時のロシア人は東スラブ人と呼ばれていて、今のロシアの感覚からするとだいぶ西の方。地図で大雑把に言うと、この辺。このロシアからウクライナやベラルーシにまたがったこの辺の領域に住んでいました。で、スラブ人はすでに支配されているところから物語が始まるんですけど、当時バリャーギ、いわゆるノルマン人の支配下で狩猟採集生活をしていました。で、ノルマン人っていうのはノルウェーとかスウェーデンとかここね、この辺からやってきた部族で、いわゆるバイキングとして有名な人たちです。ロシアの歴史は原初年代記という、日本で言うと古事記みたいな歴史書に記されています。で、この原初年代記によると、スラブ人はバリャーギの支配下で行動し暮らしていましたが、ある時彼らの支配に我慢ならなくなり、そしてついにバリャーギを追放しました。そして、よっしゃ！ここに自分たちの国を作ろうとなるのですが、なんとね、自分たちで国を作ろうとしたらカオスなことになってしまってうまくいかなかったという。カオスなことっていうのは、お察しください。そこでスラブ人はどうしたか。スラブ人は天才なのでね、考えつくんですよ。そうだ！バリャーギの旦那を呼び戻しに行こう。マジ？マジ。というわけで、スラブ人ははるばる海の彼方へバリャーギを呼び戻しに行って言いました。我々の土地は広くて豊かだが、秩序が欠けている。で、我々の君主となり、我々を統治してもらいたい。こうして再びロシアの地にやってきたのが、有名な初代君主、リューリクです。そしてこの862年をもってキエフルーシ、後のロシアは誕生しました。めでたしめでたし。いやー、なんというか、ロシアの建国史衝撃的すぎじゃありません？ロシアってそうやってできたのってなるでしょ。いやー、本当にロシア人はイカれてるぜ。建国の瞬間がすでにイカれてる。わざわざ海を渡ってバリャーギを呼び戻しに行ったってどんだけ収拾のつかない事態だったん？でもそんなクレイジーなロシア人だから憎めないんですよね。てかネリーは大好き。さて、この話を聞いてロシア人を偉大と捉えるか愚かと捉えるかは人それぞれだと思いますが、少なくともネリーはこの決断は常人にはなかなかできるものではないと思います。自分たちの限界を認め、他者の手に自分たちの運命を委ねるということは普通はなかなかできないでしょう。しかし、自分の限界を認めるということはソクラテスの言う無知の知であり、自分に政治の才があると勘違いし、国を破滅へ導く支配者よりよっぽど賢い選択をしたと思います。私たちがロシア人から学ぶべきこと、それは自分たちより優れた存在があれば、時にはその存在に自らを委ねることも必要ということです。ロシア人は自分たちを治める君主を見つけるにあたって、バリャーギを頼るしかありませんでした。そして再び行動をすることになりました。しかし私たちは AI を設計することができます。AI は学習能力に優れ、歴史から何も学ばない人類と違って歴史に学び、過ちを防ぐことができます。人類は動物の中で唯一柔軟な社会構造を持ち、適応できる種です。であれば、行き当たりばったりな政治を行うのではなく、政治システムを設計するという発想で社会を作り上げることができるはずです。英知革命の根本的な理念は、この政治システムの設計を実現することです。場当たり的な政策を取るのではなく、例えばチェスにセオリーが存在するように、政治にもセオリーを見つけ出し、安定した世界を実現すること。
これが H 革命のゴールなのです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方、続きが見たいと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バーチャル革命家のネリーでした。それではでは。